空が青いな。はい、おはようございます。今日は11月の27日木曜日でございます。はい、ということでね、なんだ、今日もね寒い朝迎えてますが、今日はですね、この予定が、午後からねまたね、古民家の方で、床とかね解体が終わったんで、一番最初にねやったところの天井の枠組みも全部取ってくれっていうことなので、はい、今日はねそちらに行ってこようかなと思っております。はい、それとね、前回ね熊鍋の集まりでね、行ってきた時に出会った、山田さんっていう人がいるんですけど、その人がですねまた面白い人ですね。はい、ほんといろいろ僕と似たような感じで、いろいろ考えていろいろ行動してるすごい面白い人がいたんですよ。でその人と話をしてて、もうなんか断然やる気になりましてですね、はい、一つはですね、いよいよですよ、畑、農家さんの畑を借りて、畑やろうかなと思っております。はい、それともう一つは、竹ですね。竹山があるんですけど、竹山で、竹を使っていろいろちょっとね有効利用をね、林業ですけど、林業っていうか竹を使った有効利用をね、ちょっといろいろ考えてます。はい、で一つは、竹そのまんまで、販売する方法と、あと炭にして竹炭で売る方法と、あとね竹を破砕機、この前入ってきたんですけど、破砕機で粉々に砕いて、そして地面に撒いて肥料とすると、その3つ、それと畑の方はちょっといろいろ何をね植えるか、300坪の畑をですね、ちょっとねこれからやっていこうかなと思っております。はい、ということで、ちょっといろいろねやる気になってきまして、はい、チャレンジしてみようかなと思っております。ということで、本日もよろしくお願いいたします。人月。はい、ということで毎朝のモーニングルーティンでございます。ちょっとね電気つけてるんですけど、朝日がちょっと強すぎて真っ暗ですよね。はい、そんなことはどうでもいいですけどね。はい、写真撮っていきたいと思います。レコードその辺写真撮っていきたいと思います。はい、それではさっき撮った写真をねメルカリにアップしていきたいと思います。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はね以前保護猫保護犬ワンちゃん猫ちゃんのね、ところにお伺いした、方がですねこちら来られまして、はい、また結構ねこの辺り地域で、YouTube 見たよということで、言われたということで、少しですけどもね、反響があったということで、嬉しく思います。ありがとうございました。わざわざお越しいただきましてありがとうございます。ということでね、今日はこれからまた古民家の方に解体に行って参りたいと思います。ということでドローンいたします。
ドローンということでね、午後からまた古民家やってまいりましたけども、はい、今日はねこちらね、以前天井剥がしたんですけど、天井枠組みもね撤去してくれということでございますので、こちらをね、撤去していきたいと思います。ということでよろしくお願いします。はい、ということでね、午後から古民家の方にやってまいりましたけれども、ここね以前床と天井ね、壊したところですが、天井をね、また組むんであれば、天井枠組みね残しといた方がいいだろうなと思って残しておったんですが、ここはね、天井をなくして全部開放してですね、上の梁が見えるようにしたいということでございますので、枠組みも撤去してくれということで撤去していきます。はい、ということでね、最近ですね、ちょっと、いろいろですね、一般の人はもちろんのことながら、同業者、業者さんですねとも、非常にね多くの人と仲良くさせていただいて、私がですねリサイクルショップやってるということで、なんていうんですかね、同業者なんですが、いろいろね声かけてくれて、例えば同じ解体業の方とかがね、ちょっと今度解体するところに、残地物荷物がですねいっぱいあるんだけど、リサイクルショップでいるみたいな感じでね、言っていただいたり、またね、草刈り機とかね、ユンボとかね、あとそれを運ぶトラックとかね、その他もろもろ、安いのがねいいのが入ってるけどいるみたいな感じでね声かけていただいたり、いや非常にですね本当にね、全く私はこの土地を知らずに引っ越してまいりましたけれども、本当にいい感じにですね、なんていうんですかね、かっこいい言い方ですると人脈がね、かなり増えてきたなと。かっこ悪い言い方でするとお友達100人できたかなみたいなねそんな感じでね、本当なんか、壁みたいなのが全くなくてですね、本当に、気軽にね、いろいろ、電話してきてくれたり、お店来てくれたり、非常にね本当、嬉しい限りでございます。すべてがねなんかうまくいってるような感じでね、はい、毎日のように初めて会う人もいますし、一回会うとね、また連絡くれたりしてですね、はいつながったりですね、はい非常にね、エキサイティングな、毎日をね、過ごさせていただいております。はい、おかげでねいろいろ忙しいわけでございますが、いや忙しいことがね非常にいいことでございましてですね、世の中はねなんかブラック企業だとかね、土日休ませろとかね、5時になったら帰らせろとかね、なんか騒いでおりますけれども、私はもう、365日24時間働いてるみたいな感じでね、いますが、それでもですね、人生楽しんでいる人も世の中にはいるということをね、皆さんね、珍しいやつがいるんだなと思っていただければ幸いでございます。はい。ですのでね、なんていうんですかね、無駄に、暇な時間ね、無駄に休みが必要だとかね、なんていうんですかね、休みがないと生きていけないみたいなね、ことを言う人いらっしゃいますけれども、それは大体ね、つまんない仕事してるから、
っていう人が多いと思うんですよね。僕みたいにこう仕事が楽しい人はですね、いくらでも仕事したいわけでございますよ、本当に。ですので、別にね休みもいりませんし、なんていうんですかね、そのままずっと仕事していたいと、そういう感じでございます。はい。ということでね、本当に人脈もだいぶできましたし、新しい出会いも多いですし、なんせね、困ってる人が、便利屋に頼んで、いや助かったありがとうって言ってくれるのが一番嬉しいでございます。なんていうんですかね、そろそろ私の年齢で周りはですね、退職、になると、あと数年で退職だと、言ってる友達が結構多いわけでございますが、私の場合はですね、リタイアして、仕事辞めて、そしてのんびりしようなんて気はさらさらございません。はい。できればですね、もう死ぬまで、体が動くまでですね、仕事していたいと、そういうふうに最近ね感じるわけでございます。はい。ですのでね、やはりなんていうんですかね、直接人に感謝されるような仕事をしてるとですね、本当にね、やめ時なんていうものは考えることもないですし、はい、考える必要もないかなということでね、本当なんていうんですかね、怪我だけですね、怪我だけ気をつけなきゃいけないなと思っておるわけでございますが、本当に仕事が楽しいということで、ほぼですね、休まずに、1年間ね、まだもう1ヶ月ありますけれども、動き回っております。ということでね、天井枠組みね、意外と高いんでね、大変でございましたが、本日の作業は以上となります。ありがとうございました。はい、ということでね、今日はこの部屋の、天井の枠組みね、撤去しました。ちょっともう今電気なくなっちゃったんで暗くて申し訳ないですけど、こちらの部屋もね、天井の枠組み取りました。以上です。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はね、こちらの天井と向こう側の天井ね、枠組みを、撤去いたしました。ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。